わしは浴槽に浸かりたいんじゃ。心臓が飛び出るほどびっくりして、もうほんと怖くてどうしたらいいか分かんない。だからしっかりしてくださいよ。はい、解決。ハローシンガポール、ようこそ彩香の部屋へ。今回はいつもと違ったテイストでお届けしていきます。今日はシンガポールに住んでいて悩みが絶えない方がいらっしゃるということで、その悩みを聞いていきたいと思います。悩める子羊のいもきんさん。どうしたんですか、いもきんさん。あーちゃん聞いてくださいよ。はい。私シンガポールに来て1年少し経ったんですけど、悩みが絶えなくて、この前ですよ、とっても天気が良くて半袖短パンで思い切って家出たんですよ、でその日買い物したくて、モールに行ったんですね、そしたら冷房効いてるわ、でも早足で買い物15分ぐらい済ませて、やっと外の空気吸えるってパッと出たら、今度はスコールですよ。全身ずぶ濡れ、風邪ひいて、なんてついてないんだよ。シンガポール、外はとっても暑いんですけど、モールの中とかはかなり冷房が効いています。なので私は1枚羽織るものを持って行ったり、スコールもしょっちゅうあるので折りたたみ傘を持ち歩いています。いもきんさんもそうしたらいいんじゃないですか？確かに、今度から持ち歩こう。はい、解決。いやでもまだあるんですよ。あ、まだあるんですか？あと、私の三種の神器でもあるトイレのウォシュレットがないんですよ。私のオアシスがシンガポールにないなんて。確かにシンガポールでウォシュレットほとんど見かけたことないですね。本当にあれがないと生きていけないですよ。いや、日本はね、本当にウォシュレットというかトイレは本当に綺麗ですし、恵まれてるんですよ。それは住んでるうちに慣れてくるんじゃないですか？確かに。はい、解決。あと、シンガポールには浴槽がないんですよ。ああ、そうですね。私は日本人です。わしは浴槽に浸かりたいんじゃ。確かにシンガポールはシャワーだけのお家が多いです。湯船がついているのは古いタイプのコンドミニアムか、とっても広いコンドミニアムにしかついてないことが多いです。なので私はたまに湯船がついているタイプのスパとか行ったりしますよ。そうですか。じゃあ私は我慢してプールで体を洗います。それはなんか汚いからやめてください。確かに。あとあーちゃん、私 HDB っていう公営住宅に住んでるんですけど、そこでよくヤモリとかゴキブリとか出るんですよ。もう本当に心臓が飛び出るほどびっくりして、もう本当怖くてどうしたらいいか分かんない。だからしっかりしてくださいよ。虫が多いのは南国は仕方ないですよね。でもシンガポールは週に1回ペストコントロールされてるので、他の東南アジアよりはかなり少ないですよ。じゃあ僕のところだけですかね。虫に好かれるんですね。逆に傷つく。あと今シェアハウスに住んでるんですけど、一人暮らししたいんですけど家賃が高くてなかなか住めないんですよ。シンガポールは家賃高いですよね。一人暮らししようと思うとだいたい15万円くらいはかかってしまいますね。駐在員の方は会社から家賃手当が出ますが、現地採用の方はないのでちょっと厳しいかもしれないですね。じゃあ YouTube で一発当てるしかないか。あとは飲食店の閉店時間が早くてお酒も高いんですよね。いやたまには夜遅くまで浴びるほど酒を飲ませてくれ。いもきんさんやさぐれすぎ。シンガポールは今コロナの関係で夜10時30分に閉まってしまうお店がほとんどです。お酒も日本の 1.5 倍から2倍くらいします。缶ビールは安いので家でおとなしく飲んでてください。そうします。あとシンガポールは四季がなくて年中夏なので、洗濯物も速攻乾くし、何より洋服代がかからない。確かにシンガポールは常夏なので四季がないので、季節に合わせたおしゃれとかはないんですけど、夏服しか持たなくていいので全然洋服代はかかりません。そうなんですよ、いやクローゼットも全然かさばらないんですよ。それはいいことですね。ああそうですね。
あと公共交通がめちゃめちゃ整備されているのに料金がかなり安い。確かにシンガポールは地下鉄、バス、グラブが充実していてとっても安いです。特にバスは初乗り60円くらいですし、グラブは日本の何倍も安いです。なんでこんなに安いんだ。あとはシンガポールは優しい人が本当に多いんですよ。なんでこんな新参者の僕にそんなに優しくしてくれるんですか。確かにシンガポールは優しい人が多いです。特に子供に寛容な方が多いみたいで、子育て中のママさんとかは子育てがしやすいってよく言ってます。しかもシンガポールは教育水準がめちゃめちゃ高いんですよ。英語、中国語を幼少期から学ぶにはシンガポールが絶対おすすめ。子育てには超絶人気の国です。イモケンさん、シンガポールめっちゃ褒めてますね。いやいや、そんなことないですよ。全然褒めてないです。1ミリも褒めてないです。あーちゃん、これ最後なんですけど、シンガポールの一番ダメなところ、もうなんて言ったって治安が良すぎて平和ボケしてしまうんですよ。シンガポールは世界でもトップクラスに治安がいいので、夜でも安心して出歩けちゃいます。確かに平和ボケしちゃいそうですよね。今日はイモキンさんのシンガポールに移住した悩みを聞いてみたんですけど、イモキンさん結局シンガポール大好きですよね。いや、全然大好きじゃないですよ。愛してます。チャンネル登録よろしくね。楽しみ尽くすザ・シンガポールライフ。